こんにちは、トバログです。いや、ついにですね、オランダからめちゃくちゃクールな電動自転車、バンムーフが届いたので、今回はね、こちらを開封して、あと実際に乗ってみたレビューみたいなところを紹介していこうと思います。いや、ついにですね、購入してしまいましたね。東京に来てからずっと買おうかどうか悩んでたところだったんですけども、やっぱりね、電車移動よりも自転車で移動したいっていうところと、あと購入するなら今これだっていうところでもうね、エイヤで購入してしまった感じですね。これ組み立て式なので、これがね開封していくんですけども、僕がね購入したモデルはバンムーフの S3 っていうちょっとね大きめのサイズのめちゃくちゃミニマルなバイクを購入しています。バンムーフ S3 に関しての紹介は後でするとして、まずはねやっぱり組み立てをしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。よいしょ。ほっ、いけている。よいしょ。よいしょ。かっこいいですね。よいしょ。こんな感じでツールボックスのあるものが入っていて、こういうのとか、なるほど、メンテナンス系の道具が入っています。これがね充電用のアダプターですね。こういう細かい系の嬉しい、全部ね日本語で書かれてる説明書がついてきました。これがあんのね。取り外されないように専用のねネジみたいなの。よいしょ。ここが終わったらこれを拭いてください。ボーダフォンの SIM カードが入ってました。これ自転車に入ってるのかな。すでに反射材とかがついてます。はい、というわけでね、やっと組み立てが完了しました。めちゃくちゃかっこいい。やっぱね購入するかどうか迷ったんですけど、妥協しなくてよかったなっていう感じが今ここにあります。改めてバンムーフについて紹介しておきたいんですけども、バンムーフはね自転車で有名なオランダのアムステルダムで、2008年に創業された、大都会を走るためのバイクメーカーっていう感じです。僕がね購入したのが、これがね直線タイプになっているロードバイクに近い形状のバンムーフ S3 っていうモデルです。他にもね X シリーズっていうのがあって、そっちはね街乗りというか、男女小柄な人から、大柄な人まで乗れるっていうやつがあるんですが、これはね身長170センチ以上210センチ未満の人を対象にしたバイクっていう感じですね。オランダの人ってめちゃくちゃ背がでかいので、そういう設計になってるのかなと思います。今僕この S3 っていう現行モデルを購入したんですけど、実はね5シリーズっていう後継モデルがすでに発表されてるんですよ。で最初はねそっち欲しいな、筐体グレーだしそっち欲しいなって思ってたんですけど、なんとね実際に店舗で聞いてみると、発売がね半年以上先みたいな感じで、手元にね届くのがかなり遅くなっちゃうので、今すぐね都会を疾走したい。そして実際に調べてみると、スペック上のね機能的にはそこまで変わらなそうっていうところで、このね S3 を購入したっていうわけです。筐体カラーはねグレーの方が好きではあるんですけど、このねスカイグレーみたいなのも個人的には気に入っています。このね特徴的なのがこの一体型のフレームなんですが、このフレームの上部のねこの上側にバッテリーとか、そういうモーターとかいろいろ内蔵されているそうです。このフレームのね塗装の仕上げとか、この感じめちゃくちゃ最高です。フレームの後ろ側に関してはこんな感じでライトが備わっていて、これがチカチカ点灯することで車とかに自転車が走ってますよっていうのを教えてくれます。フロントライトに関しても同様にねフレームと一体型になっていて、めちゃくちゃかっこいいですね。この感じ、これがピカッと光って、車の位置情報を知らせたりとか点灯してくれるっていうところですね。で電動自転車のスペック的には速度はね最大24キロ、時速24キロ出るそうです。前まではね国の設定を変えると36キロぐらいまで確かね速度上げられたらしいんですけど、今はねそれは塞がれちゃってますね。なので24キロっていう感じです。で走行距離は50キロから150キロで、このアシストのパワーに応じて走行距離が変わるっていう感じですね。もちろん、バッテリーがなくても走ることはできます。一応チェーンレスを歌ってるんですけど、このねチェーンカバーがしてあるだけで普通に自転車のチェーンっぽい感じな気がします。ギアチェンジはね3段階オートでできたはずで、それがねカチカチと切り替わることで坂道でもスムーズに
動けるっていうのを謳ってますね。日本のメーカーだとね、やっぱりどうしてもマンションとか利便性を考えるとバッテリーをね取り外すっていうのが当たり前だとは思うんですけど、これに関してはお国柄なのか家まで持ち込めようってことなのか、もう本当に一体型で、この下のこの部分に電源ボタンとかあと充電ポートがあるっていう感じですね。で一応ねバッテリーのフル充電にはだいたい4時間ぐらいかかるらしくて、80分の充電で 50% 充電できるそうです。ガジェット的にはワット数とか気になるので調べたところ 144W っていう感じでした。ちょっと強めのゲーミング PC よりは低そう。バッテリーのね取り外しはできないんですけど、真ん中あたりに5万円ぐらいで購入できる別途ねバッテリーアダプターみたいなのがあって、それを使えば満充電できるらしいので、自転車置き場がねマンションの下とかにある人でも購入できないことはないっていう感じですね。でハンドル部分を見ていくとかなりねシンプルな感じです。ここにねターボボタンみたいなのがあって、これを押し込むことでパワーをね変更したりとか、あとモード1の時に4まで上げたりっていうのができます。でここはロック解除とか、あとベルですね、ベルを鳴らしたい時とかに押します。はい、新しいモデルだとここにねスマホホルダーが備わってて iPhone の充電とか、このより一体感がある感じになるんですけど、Apple の CarPlay みたいな感じで、だけど S3 にはそれが備わってないので、 S3 の場合どこにね速度が出るのかっていうとここですね。 LED がドット柄になっているところで、速度が表示されたりとか、今これ見づらいんですけどバッテリーのね表示がされているっていう感じです。ちょっと動かすと表示がされます。はい、ちょっとね画面は切り替わるんですけど、バンムーフの場合ねアプリとの連携がめちゃくちゃ強いバイクなので、こんな感じでねアプリについても簡単に紹介しておこうと思います。3シリーズと5シリーズでアプリでねできることとか、UI とか結構違うみたいなんですけど、簡単に、こんな感じでバッテリー残量とか、このね何キロぐらい走ったかとか、そういうのがね出てくれますね。今のところ都内84キロも走ってるそうです。結構走ってますね。こんな感じで楽しくて毎日走ってます。車体自体のね設定も結構細かくアプリからする感じで、こんな感じでこのねアシストのパワー1から4があるんですけど、それを選んだりとか、1とかにすると結構ねアシストのパワー弱いんですけど、このねターボボタンを押すと4に切り替わるとか、そういうのが設定できます。でギアのシフトに関してはバンムーフの場合自動でしてくれるんですが、そのね切り替えタイミングをここで選べます。今手元にバンムーフがないんでちょっと選べないんですけど、カスタムっていうのにすると何キロになったらギア2、何キロになったらギア3、何キロになったら戻るとか、結構細かく設定できる感じです。ライトは常に点灯するのか、もしくは暗くなったら点灯するようにオートモードにするのかとか選べたり、あとベルですね、チリーンみたいなやつ、さっき紹介したプーみたいなやつって音が3種類から選べます。であとはバンムーフをオンにした時にボン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 みたいな音が鳴るかどうかとか、あとiPhone を近づけたらアンロックできるようにするかとか、そういうね細かいのが選べますね。あと揺らした時にすごいアラートが鳴るみたいなのもここで消すことができます。ファームウェアのアップデートとかもね基本的にはアプリからする感じですね。個人的に面白いと思うのがこれで、この黄色いね枠縁あるんですけど、ここをカチッと押すとカチッとロックされる感じですね。でロックを解除するときはアプリのねこのボタンからはい、という感じでめちゃくちゃかっこいい起動音が鳴ります。一応ね鍵が一体型なんで盗まれるのちょっと怖いところであるんですけど、一応ねこうやって揺らすとはい、こんな感じで音とここのね骸骨マークで知らせてくれるっていう感じですね。これがあることによって盗まれないかどうかっていうのは結構微妙なところなんですけど、一応ね購入した時に事前にね保険的な感じで4万5,000円支払うと、バンムーフハンターっていう人たちがこのね盗まれたバイクを探してくれるっていうサービスがあったりします。あとサドルは普通にウレタンっぽい素材感ですね。で最初からこんな感じで泥よけがついています。装備的にはねめちゃくちゃシンプルな感じなんですけど、一応アクセサリーということでフロントのねバッグと、あとリアのキャリーみたいなのが売られているので、そういうのを導入して街乗りしやすくしても結構面白いのかなって感じです。今のところ僕はこのミニマルな感じがすごい好きなので、このまま行こうかなと思っています。でこの後はねいろいろ調整してみて実際に乗っていこうと思います。
はい、というわけでね、今バンムーフに乗って実際にね公園までちょっとサイクリングしに来てみました。いや、めちゃくちゃに快適ですね。なんかこう、なんていうんですかね、走る時の疾走感というか、このねギアチェンジとかもオートでやってくれるし、スピードもね24キロまで出るんですよ。なのでこう道路を走ってても全然なんかこうスピード的にね遅いなっていう感じもしないし、本当にサクサク進めてパワーもそこまで使わないっていうのがめちゃくちゃいいですね。電動自転車って結構、僕何回かシェアサイクル乗ったことあるんですけど、あれ結構15キロまでの制限があったりして、で自分のね漕ぐスピードに対してだとほとんどモーターあんまり効かないみたいな、漕ぎ出しの時だけっていう感覚はあるんですが、これだとね常にパワーが回ってくれる感じがするので、めちゃくちゃ運転しやすいと感じました。このね自転車自体のサイズ感も個人的にはめちゃくちゃしっくりきていて、今ね普通のママチャリみたいな子供乗せられる自転車乗ってるんですが、それだと、ちょっとね小さい感じがしちゃうんですよね、どうしても。バンムーフ S3 だと本当にね漕ぎやすいというか、体にフィットする感じがあってめちゃくちゃ漕ぎやすかったです。さっきも紹介した通りだと思うんですが、 S5 とかだとここにねスマートフォンを取り付けられて、なおかつ充電ができるようなスマホスタンドが搭載されてるんですが、 S3 だとそれがないので、なんかメーターを見たりする時とかは別途ねスマホスタンド欲しいなっていう感じがあります。なんかおすすめあれば教えてください。はい、買ったばっかりで、しかもね初ライドなので個人的にはねめちゃくちゃ気に入ってるんですよ。めちゃくちゃ乗りやすいし最高に気に入ってるんですが、一方で購入した人のねレビューとかを見るとデメリット的なところで、初期不良がねすごい多いとか、あとは乗っててすぐ壊れてしまうみたいな、電気系統が割とすぐ壊れてしまう、ギアチェンジができないみたいなレビューも割とあったりするので、そういうところね実際にどうなのかちょっとねもう少し乗ってみないとわからなそうです。はい、というわけで今回はバンムーフ S3 について、実際にね開封してからちょっとねどういうところが特徴なのか紹介したり、簡単なね、バイク Vlog っていうんですかね、元ブログとかいうんですかねっていうのをやってみました。詳しいね乗り心地はもう少しね乗ってから皆さんに紹介しようかなと思うので、ちょっとね動画を分けていいと思ったところ、悪いと思ったところを紹介していこうと思います。というわけで今回の動画は終わりにします。ぜひねこの動画気に入っていただけた方、チャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。バンムーフ高いし結構で故障するっていうからめっちゃ迷ってたんですけど、やっぱりね買ってよかったなと思ってます。